も皆さん、森のニーナです。突然ですが、私何歳に見えます？そう。26歳ではなく36歳です。ちょっとした茶番にお付き合いいただきありがとうございます。ということで、今日の動画は肌年齢マイナス10歳をキープしている私が36年間若さを維持するためにほぼ毎日食べている8つの食品を紹介していきます。それでは始まります。スタート。私、肌をどこ行っても褒められることが多くて、初めて会う美容師さんとか、エステとか、友達の友達とかで、振り返った時に36年間一番食べてきたものって言えば、これだなっていうのが、この一つ目。イワシ缶です。今日からでも常備してほしいってぐらい若さ維持爆弾です。もうイワシ缶はなぜ若返りに貢献するか。イワシって細胞の膜を柔らかくしてくれるんです。見た目年齢維持したかったら細胞の膜の柔らかさってめっちゃ大事なの。なんでかっていうとね、例えば若さを維持したくてエイジングケアに良さそうな栄養を選んで食べません？でもその栄養を細胞の膜が硬かったら細胞の中まで届きにくいんですよ。しかも水分も同時に取りにくくなるから、そうすると細胞の中ってカラカラになるらしいんですよ。しかもね、年齢を重ねれば重ねるほどこの膜って硬くなりやすいんです。理由としては年とともに体の中って酸化しやすいじゃないですか。そうすると膜の油がどんどん焦げつきやすくなって硬くなる。よって細胞の膜の中に栄養や水分が通りにくくなってしまう。よく人はある時期から急に見た目が老けるって聞くじゃないですか。これのせいだと思うんですよ。酸化しやすいから代謝も悪くなって栄養だったり水分っていうのを体の中に吸収しづらくなる。でもね、安心してください。すでに硬くなってしまった細胞の膜でさえもこのイワシ缶にたっぷり入っているオメガ3が柔らかくしてくれます。オメガ3は研究にも出てるんですけど、間接的に柔らかくするとかじゃなくて膜を直接柔らかくするんですよ。仕組みとしてはオメガ3って分子の形がちょっとくねっとしてるんですね。それが細胞膜の中に入ると油の並びが緩くなるので、膜がギュッと詰まらずにしなやかに動けるらしいです。しかも効果もしにくくなるの。取り続けていくと。しかもね、イワシ缶の効果は細胞の膜だけじゃない、中にもちゃんと働きをかけてくれます。一つが細胞を錆びさせない。そして中でちゃんと動かす。そんな成分までもが一緒に入ってます。セレン、ビタミン B 群、コエンザイム9点。この3つはもう細胞のエネルギーチームなんですよ。このエネルギーチームたちは細胞の中がずっと若く動ける状態をキープしてくれます。そして缶詰にすることでよりパワーアップします。骨まで柔らかくなるので、カルシウムも約20倍、ビタミン D の吸収率も3倍、 EPA、DHA も汁に溶けているので汁ごと食べるのが鉄則。カロリー気になると思うけどね、でもいいのよ、良質な油なので。私はお粥が大好きなので、このイワシ缶と梅干しとともに20代の頃食べてました。で、効果の実証っていうのが私の中であって、実を言うとゲーム廃人だった時期が私2年間あったんですね。何食べるか考えるのがめんどくさくて、味も好きだし肌にもいいし、イワシ缶と梅干しとお粥っていうのを2年間毎日食べてたんですよ。もうね、本当に会う人肌のこと、一番人生で肌のこと聞かれてたのがもうその期間。エステとかも当時廃人なので行ってなかったので、何してるのって聞かれたらもうイワシ缶、それしか答えてないってぐらい、イワシ缶が私の肌に貢献してくれてました。肌、血管、ホルモンも全ての若さを支えてくれる最強のエイジングケア食品、イワシ缶。ぜひ皆さんも買って常備してください。はい、それでは2つ目。お寿司。18歳の頃から私はほぼ毎日一人で寿司三昧でお寿司を食べていました。バイト代を全部帰り道の夜ご飯お寿司につぎ込んでました。もう嘘みたいに聞こえるかもしれないんですけど、本当なんです。もうお金の価値をまだ若かったのであまり分かっていなかったので、お寿司マジで食べまくってましたね。今ほどね全然美容知識が当時はなかったんですけど、ないながらにも美肌
イコール生魚でしょうっていう意識があったので、お腹が空いたらお寿司を食べに行くっていう、ちょっと口に出すとすごくちょっとアホらしい子に聞こえますね。でも食べてた頻度、期間を考えると確実に今の肌の土台を作ってくれてたと思う。実際に本当に当時食べていたものが今の肌にも関係しているのかっていうのを気になって調べてみたんですよ。そしたらね、十分あり得る話らしいんですよ。特に生魚ってオメガ3が入ってるじゃないですか。オメガ3って長期間摂ることでもう細胞の膜の構造や流動性そのものを変化させるっていう報告があるんですよ。つまり10年後の肌に影響が残る可能性っていうのが十分にあり得るって言われてるんです。さらにはオメガ3だけじゃなくて、サーモンなどに含まれている抗酸化の王様アスタキサンチン、そしてコラーゲンを作るビタミン B やミネラル、これらで肌の細胞を作る、そして守るっていう役割を同時に担って肌の老化のスピードを緩めてくれます。はい、ちょっとお寿司はみんなも毎日真似して食べてねなんて言えないようなものなんですけど、振り返ると私が人生で一番肌のため、若さを維持するためにもうめちゃくちゃ頻繁に食べていたっていうのがこちらのお寿司でした。はい、3つ目がトマト。皆さんよく知ってる食材なのでね、なるべく端的にお話ししていくと、食べてる目的としてはやっぱりリコピンを摂取したいから。それが若返りに貢献する理由としては肌の錆止めです。紫外線とかストレス受けてしまうと活性酸素が体内で発生しますよね。それが増えてしまうと肌を支えるコラーゲンやエラスチン、これらを破壊します。これらが壊れるとお肌がたるんでしまったり、お肌がくすんでしまったりします。どうしても活性酸素って息をしているだけで発生してしまうと言われているので、いかに手軽に手に入れやすい食材の中から選ぶかというところで、私はトマトを選んで食べていました。さっきも言ったゲーム配信だった時期ね、イワシと同じぐらいトマトスープを毎朝食べてました。めちゃくちゃおすすめのリコピンを最大限に発揮させる食べ方っていうのがあって、一つが加熱する、油と一緒に摂る、乳製品と一緒に摂る。なので私がやっていた調理法としては、トマトをなるべく小刻みにカットしてちょびーっとだけお水を入れる。そして5、6分レンチンする。で最後にオリーブオイルとチーズもしくはミルクをかけて取る。これがリコピンを最大限に体内に取り入れるおすすめの食べ方です。効果の実証としては20年ぐらいはもうずっと毎日もう本当にトマトを食べているので、若さ維持のために貢献してくれる一つの要因だと思います。ここまでまとめると、イワシやお寿司は細胞を守る食品、トマトは細胞を錆びさせない役割って感じで覚えておくといいと思います。4つ目はゴールドキウイです。これも私のチャンネルではもう散々もう良さを語りすぎて耳にタコができちゃうと思うんですけど、若返りのために取り入れてる理由はとってもシンプル。ビタミン C の摂取、張り維持、透明感維持のためにもうずっと付き合っていくべき美肌食品、美肌成分です。ビタミン C を取ること自体は私が13歳の頃からずっとやってきたんですけど、5、6年前くらいからは抗酸化力だったりナチュラルさ、食べやすさっていうのを重視してゴールドキウイに行き着きました。若返りのためにビタミン C が必要な理由はコラーゲンを作るための必須栄養素なんですよ。体の中で酸化を防いでメラニンの生成も防いでくれるので、視覚的にも老け防止になるので、シミ、くすみ、たるみ全てに関わる肌の守り神的存在です、ビタミン C は。そしてなぜゴールドキウイかというと、グリーンキウイのビタミン C が約2倍、さらに抗酸化のビタミン E、ポリフェノールも同時に取れるので、コラーゲンの生成まで助けてくれます。味としてはグリーンより全然酸味が少なくて甘いので、酸っぱすぎないっていうのも毎朝続けやすかったです。効果を発揮する食べ方としては、キウイってイワシだったりナッツとか脂質を含む食材と一緒に摂取すると吸収率が上がるんですよ。なので朝はヨーグルト、ナッツ、キウイで、夜はイワシ缶を食べたらデザートにキウイみたいな感
感じの組み合わせで食べてました。で正直結構効果の実証分かりやすいの、キウイは。もうマジでゴールドキウイ食べてる時は透明感すごく出る感じ。本当に食べてみてほしい。はい、5つ目がカメリナオイル。イワシやお寿司などでオメガ3を取っていた私なんですけど、30過ぎて革命が起きました。それがこのカメリナオイルに出会った時。魚を食べなくてももう手軽に日常でオメガ3を取れるようになったので、いわばほんと美容や若返りの救世主でした。なぜ取り入れてるかっていうと、目的はもちろんオメガ3。それ以外にもいろいろあるんですけど、ちょっと説明していきますね。理由は寿司やイワシと一緒で、細胞の膜の柔らかさを保ってくれる。オメガ3だけじゃなく、まさかのね、ビタミン E とポリフェノールも一緒に入ってるんですよ。細胞を錆びから守る戦士ですね、カメリナオイルは。あとレシチンっていうのも入ってるので、細胞の再生を助けてくれたり、保湿も維持してくれるので、ツヤっぽくなるような肌質も作ってくれるっていう、もう肌を視覚的に綺麗に見せてくれる美容の油です。オメガ3ってね、本来加熱に弱いから生でしか取れないって言われていたんですよ。だけどこのカメリナオイルは240度まで熱に耐えるので、加熱料理で摂取してもちゃんとオメガ3が取れるって言われてるんです。でどんな味かっていうと、ちょっとナッツみたいに香ばしいんですよ。で人によっては少し生臭さを感じるって言われています。ちなみに私は今妊娠中なんですけど、妊娠中はこのカメリナオイルを初めて生臭いと感じました。それまではね、一切そんなことを共感できなかったんですけど、ちょっと鼻が敏感になるとそういう感じ方もあります。でそういう方は燻製タイプもあるので、燻製のカメリナオイルおすすめです。はい、魚を食べなくても若さの循環を止めない手軽なデイリーで使えるオイルなので、よかったら皆さんも試してみてください。はい、6つ目はナッツです。あまりにも無難すぎるので入れるか迷ったんですけど、これももう長年ずっと取り続けてきて、この企画にいなかったら嘘になるので入れました。ナッツはもう私の日常の一部です。で若返りのために取り入れてる理由としては、ビタミン E、 そしてミネラルの亜鉛とマグネシウムも一緒に取れるからです。それが若返りに貢献してる理由は、細胞って酸化と栄養不足で老けるんですね。でこのナッツには抗酸化のためのビタミン E が入ってるので、細胞が長生きできるっていう環境を作ってくれるんですよ。そしてミネラルの亜鉛とマグネシウムは細胞の代謝をサポートしてくれるので、さらに栄養も吸収しやすくなるっていう仕組み。もう最強のタッグですよね。推奨量としては1日1握り 25g まで OK だそうです。私はアーモンド、くるみ、カシューナッツをミックスで食べてます。油とか塩使ってない無添加タイプがおすすめです。若さの寿命を伸ばす成分っていうのがしっかり入っている食品なので、もう取っておくと安心。食欲なくて栄養取れない時にもパパッとね食べやすいっていうのもいいですよね。そして7つ目、純ココア。これはもう私の美肌の裏方です。コーヒー感覚で朝飲んでます。取り入れてる理由としては、抗酸化、そして腸内環境を整えるためです。純ココアって言えばカカオポリフェノール、これは抗酸化作用がある強力なものって言われているんですけど、同時に腸の善玉菌も増やしてくれる効果があるんですよ。一見腸内環境って若返りと関係なさそうなので、この企画で話すことって思われるかもだけど、関係大ありです。腸が整うと栄養の吸収率が上がります。なので肌や細胞にしっかりと栄養が届きやすくなる体質を作ってくれます。そして純ココアには鉄も入っているので、鉄は血液の中で酸素を運んでくれたり、同じく一緒に入っている亜鉛が酸化で傷ついてしまった細胞の修復や再生さえも担ってくれる。なので純ココアは酸化を防ぎ、栄養の吸収を上げる、両方の役割を担っているので、大いに若返りに貢献して
くれる食品です。なんか研究結果ではその1ヶ月毎日ピュアココアを飲んだ人が肌がしっとりしたり潤ったっていう報告があるそうです。私はもう一つだけをこの期間試してみるっていうのが怖くて、ピュアココア単体の効果はわからなかったけど、ココアを飲み始めて太りにくくなったっていうのはあるかも。痩せ筋を増やしてくれるって言われてるので、視覚的な老け見え防止にもなれるっていうのが最強の特徴です。私びっくりしたのが、自分は結構美味しく飲んでいたつもりなんですよ。ただ人に勧めるとなんか苦くて飲めないって言われたんですね。原因を調べたところ、お湯で割るとダメです全く甘くないので、できればお好みのミルクと蜂蜜と一緒に飲んでスイーツ感覚で飲んでいただけたらと思います。効果的な飲み方としては最低でも1杯、小さじ2杯ぐらいが目安だそうです。私は大さじ1杯から1杯半ぐらい飲んでます。小さじ2杯っていうのはこれでポリフェノールが200から300摂取できる量になります。組み合わせでおすすめなのがビタミン C なので、朝のフルーツの朝食の後に純ココアのドリンクとか飲んだりするのがおすすめです。まとめると、ピュアココアはシンプルに若返りドリンク、抗酸化で細胞を守って腸内環境を整えて栄養の巡りを良くする、このダブルケアができるのが他の抗酸化食品との大きな違いです。ぜひね、ちょっと朝のコーヒーなどちょっと純ココア足してみたりっていう飲み方を試してみてほしいなと思います。はい、8つ目が梅干し。梅干しを取り入れてる理由としては、体のサビをリセットするため。見た目がなんか疲れてるなっていう時は、梅干しを取り入れてみてください。見た目が疲れてる時って、体が酸化をリセットすることを求めてるんですよ。サビを予防することが若返りに貢献する理由としては、もうシンプルに肌の老化の大きな原因って酸化じゃないですか。紫外線やストレスで増える活性酸素が細胞を錆びさせて張りを失わせる。梅干しはその酸化を防いで細胞を守ってくれる天然の抗酸化サプリのようなものです。効果の秘密、まず注目したいのが梅リグナンとビタミン E、 どちらも活性酸素を抑える強力な抗酸化成分で細胞を守ってくれます。さらには梅干しを食べた時に分泌される若返りホルモンのパロチンっていうのがあって、それが血行を促してくれる役割あるので、肌のターンオーバーもサポートしてくれます。効果を発揮する食べ方としては、1日1粒で OK。減塩タイプがね、できればおすすめです。私の食べ方としてはやっぱおかゆ、あとサラダとかね、きゅうりとか、酸化リセットと血行促進、どちらも叶う万能フードです。はい、いかがだったでしょうか。今日は若さを維持するために私がほぼ毎日食べている食品たちでした。やっぱりスキンケアでエイジングケアしたりお肌をケアしたりするのも楽しいんですけど、やっぱ内側が整っていないと本当の意味での若返りって叶わないなってすごく思います。食べている栄養によって肌、髪の毛、爪、腸の環境などね、それら全ては食べ物の栄養で作られているので、エステで肌はもうケアしてるから食べ物何でもいいやってなっちゃうくらいだったら、一旦エステやめて食べ物だけで勝負の癖をつけるのがいいなって思いました。で、その原因としては、私妊娠期間中初期の頃ボーナス時期だと思ってポテチとか小麦とかいろいろ取ってたんですよ。そしたら本当に急激にお肌が落ちてしまって、食べ物ってこんなに肌が変わるんだっていう、スキンケアをしないよりも悪いものを食べる方がめちゃくちゃ肌の質が落ちるから、いかに食べ物が肌を作ってるっていうのがこの期間のおかげで分かったので、今日の動画が若さ維持に貢献してる食べ物だったと信じて、今日からちょっと取り入れやすそうなものっていうのをぜひ皆さんも試してみてほしいなって思います。本当に調べてみるとどれも素晴らしい若さ維持食品です。しかもね、手軽に取り入れやすいっていうね。よかったらね、前回のスーパーフードも紹介しているような動画もあるので、そっちを見てください。今日はよりちょっと日常に馴染みやすいような食品紹介でした。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。